空中哲学チャンネルへようこそ。本日は近代フランスの哲学者レヴィナスを探求し、理性を起点とする伝統的な西洋哲学を彼がどのように倫理を起点とし、かつ倫理を究極的な関心事とする生命実践の哲学へと転換させたのかを見ていきます。はい、よろしくお願いします。本日は私たち研究チームが出筆しました論文脱中心化認識論の初端の立場からお話しさせていただきますね。ありがとうございます。さて、リスナーの皆さん、少し想像してみてください。あなたは今、身動きも取れないほど満員の地下鉄に乗っています。ふと顔を上げた瞬間、見知らぬ誰かとバチッと目が合う。言葉を交わす前のそのほんの一瞬です。よくある日常の風景ですね。そうなんですよ。でも実はその瞬間、あなたの肩には目に見えない巨大な重圧がのしかかっているとしたらどうでしょうか。ある哲学者によれば、その重圧こそが私たち人間の存在そのものの基盤なのだというんです。それがまさに今日探求していくエマヌエル・レヴィナスの思想の核心部分ですね。はい。情報があふれて異なる意見が激しく衝突する現代社会において、私たちは他者とどう向き合うべきなのか。本日はこの壮大な謎に迫るため、専門家の方とインタビュー形式で深掘りしていきたいと思います。私たち研究チームが提唱する全体の哲学、中国語でいうところの生態の哲学という枠組みを通じて、レヴィナスの思想のどう再構築して現代に位置づけるか、しっかりお話しできればと思います。素晴らしいですね。では早速、レヴィナスという哲学者の再評価の旅へと出発しましょう。彼は1906年にリトアニアで生まれたユダヤ系フランス人で、フッサールやハイデガーから現象学を学んだエリートでしたよね。そうですね。ただ、彼の哲学を語る上で絶対に避けて通れないのが、第二次世界大戦での過酷な体験なんです。捕虜収容所の生活やホロコーストによる家族の喪失という残酷な歴史的トラウマが彼の思想の決定的な出発点になっています。なるほど。その極限の経験がベースにあるわけですね。古代ギリシャからハイデーガーに至るまで西洋の伝統的な哲学というのは存在、つまりビーイング、あるいは中国語で存有ですね。この意味を問うことを一条とする第一哲学だったんです。存在の意味を問うですか。はい。でもレヴィナスはこの存在を最高原理とする枠組みこそが本質的に全体性、つまりトタリティや相対の哲学であって暴力の根源だと鋭く分析したんですよ。ちょっと待ってください。全体性の哲学が暴力につながるって具体的にどういうメカニズムなんでしょうか。全体性の哲学というのは自分とは異なる予測不可能な他なるもの、つまりアウトリティや体制を主体の認識ネットワークや存在論的な同一性ダセームの中へと吸収して同化しようとする思考回路のことなんです。同化しようとするというと、わかりやすく言えば、私はあなたのことが完全に理解できるとか、あなたはこういう人間だと思い込んで相手を自分の理解の箱に押し込めてしまうことですね。なるほど。他者を自分の計算可能なパズルのピースにしてしまうわけですね。まさに。私たちが指摘したいのは、この全体化の思考が単なる学問上の抽象的な問題ではないということなんです。相手を自分のシステムの一部として処理し始めたとき、個人の尊厳は失われます。確かにそうですね。その行き着く先が人間を単なる処理すべき数字や物体として扱ったホロコーストのような全体主義的な暴力だった。これがレヴィナスの血を吐くような洞察なんですよ。相手を完全に理解したという思い込みこそが暴力の始まりなんですね。これリスナーの皆さんにもぜひ身体で想像してほしいんですけど、レヴィナスはこの暴力が極まった状態を匿名存在、フランス語でイリアという概念で提示していますよね。イリアですね。私、これを読んだ時、まるで感覚遮断タンクに閉じ込められたみたいだと思ったんです。空間も時間も自分の意識すら消え去って、暗闇の中でただあるという重を苦しい事実だけが押しつぶしてくるような息の詰まる恐怖というか。感覚遮断タンク、非常に的確で生々しいメタファーですね。レヴィナスはそれを存在の動揺や主体性が溺れてしまう恐怖として描きました。収容所の体験がまさにそれだったんです。名前も過去も尊厳も剥奪されてしまう状態ですね。はい。誰でもない単なる肉の塊として極限状態に置かれて、全てが全体主義的なシステムに飲み込まれてしまう状態です。でもそこからどうやって自我を取り戻すんですか？
考だけで我思うゆえに我ありで立ち上がるのはこの暗闇のタンクの中では無理そうに思えるんですが。まさにそこが重要でして、理性の力で抜け出すんじゃないんですよ。私たちはレヴィナスがその脱出の鍵を教授、つまりフランス語のジュイサンスに見出したことに注目しています。ジュイサンス、教授ですか？ええ、食べる、呼吸する、散歩する、太陽の光を浴びる。これらの行為は単にカロリーを摂取して生存するための手段ではなくて、その行為そのものを味わい楽しむためにあるんです。哲学の壮大な話をしているのに、急にご飯を美味しく食べるみたいな個人的な話になるんですか？それがどう自我の回復につながるんでしょうか？なぜなら、リンゴをかじって美味しいと感じるその味覚や喜びは、世界のどんなシステムにも、どんな独裁者にも決して共有できない、あなただけの絶対的な内面の出来事だからです。なるほど。このジュイサンスを通じて、主体は世界から自分を切り離して、初めて独立した自己、確固たる内面性を確立するんです。そしてこの独立した自己があって初めて、外の世界の他者へと向かう第一哲学としての倫理学への道が開かれるんですよ。自分の足で立ち、自分の感覚を取り戻して初めて他者と向き合えるわけですね。すごく腑に落ちました。そしてその他者と向き合う時の最重要概念が、彼の代表作、全体性と無限の中心にある顔、つまりレビサジですよね。ええ、英語だと The Face ですね。ここで言う顔は、目鼻立ちといった物理的な顔の造作のことではないんです。私たちに向けて顕現する絶対的な体性の表現なんですよ。物理的な顔じゃないんですね。はい。そして、この顔には矛盾する二重性があります。一つは、いかなる防衛力も持たない極限の脆弱さ、デスティテューションです。まるで私たちに助けを請うような白からな貧困さですね。傷つきやすさということですね。ええ。しかし、それと同時に、その顔は何を殺戮なかれと命じてくる絶対的な高さや神聖さ、エミネンスを持っているんです。矛盾していますね。そうなんです。物理的には極めて弱い存在でありながら、道徳的には私たちを見下ろして無限の責任を要求してくるんですよ。ちょっと待ってください。ここで少し意地悪な質問をさせてくださいね。リスナーの中にも同じ疑問を持つ人がいると思うんですが、顔が道徳的責任を要求してくるのはわかります。でも、レヴィナスは、私は他者に全てを負っているが、他者は私に何も負っていないという絶対的な非対称性を主張していますよね。主張しています。これって、対等な権利と義務をベースにした現代の契約社会からすると、あまりに理不尽で重げる責任じゃないですか？なぜ私が一方的にそんな十字架を背負わなければいけないんでしょうか？その反発は極めて自然な反応ですし、実際に哲学界でも多くの論争を呼びました。私たち研究チームは、この非対称性こそが倫理の根源的な基盤であるとして肯定していますが、過去の学者たちもあなたと全く同じように鋭い違反を投げかけたんです。やっぱりそうですよね。例えば誰ですか？最も決定的なのが、フランスの哲学者、ジャック・デリダによる1964年の論文、暴力と軽事業学での批判ですね。脱構築のデリーダですね。彼はどう突っ込んだんですか？レヴィナスは極端すぎると、もっと根本的な言語のパラドックスについての批判です。レヴィナスは存在論、オントロジーの枠組みから抜け出して、現象界には現れない無限の他者を語ろうとしました。はい。しかし、デリダは存在するという言葉や論理的概念を使って哲学を語っている時点で、すでに批判しようとしている存在論の言語ゲームに絡め取られているじゃないか、と指摘したんです。言葉を使った瞬間に、すでに全体性の枠組みに片足を突っ込んでいるぞと。確かに、他者は存在するといった時点で存在論に戻ってますね。その通りです。さらにデリダは、同一性、つまりザセイムという基準となるシステムなしに、どうやって絶対的な他なるものを認識し、区別するのか、と厳しく問いただいました。同一性と対性は完全に切り離せないってことですか？ええ。このデリダの批判は強烈でして、結果として多くの学者がレヴィナスを単なる極端な倫理学者として一面的に評価してしまい、彼の認識論的あるいは形而上学的な広がりを見落とすことになってしまったんです。なるほど。倫理の極北を目指した結果、言葉や論理の限界にぶつかって矛盾してしまったように見えますね。これ致命傷じゃないですか。ここからどうやって哲学として成立させるんですか？一見すると完全に行き詰まったように見えますよね。
しかしここからが私たち研究チームの論文の核心なんです。私たちは全体の哲学、あるいは生態の哲学というレンズを通してレヴィナスを再解釈しました。どういうことですか？真の哲学者は時代背景や個人のトラウマによってある特定の側面、レヴィナスの場合は倫理ですが、そこに強烈な光を当てすぎることがあっても、その思想の真相には必ず完全な全体の哲学を内包しているというのが私たちの立場なんです。それはつまりレヴィナスは倫理だけに特化した変立った哲学者ではなくて、実はその裏に世界全体を説明できる壮大なシステムを隠し持っていたということですか？そうなんです。私たちは彼の思想を全体の哲学を構成する3つの次元、体、相、陽という構造にマッピングすることで、その隠された全体像を明らかにしました。体相陽ですか？はい。これは一つの生命体に例えると分かりやすいかもしれませんね。生命体ですか？面白いメタファーですね。どうつながるんでしょうか？まず、生命体が外の世界に働きかける手足の動き、つまり実践の次元からお話ししましょう。これが第一の次元である倫理性、プラクシカリティ、あるいは陽です。手足の動きが倫理性ですね。はい。主体が世界を自分の理解の枠組みに閉じ込めようとする全体性の壁を絶えず破壊して、目の前の顔に対する絶対的な責任を具体的な行動として実践すること。これこそがレヴィナスが最も前面に押し出した生命実践の次元です。相手をコントロールしようとする自分の癖を壊して、ただ応答し続けると。でもちょっと待ってください。先ほどの疑問に戻るんですが、もし私たちが関連にその他者への応答だけに集中したら、他者に飲み込まれて自分自身のアイデンティティを失ってしまいませんか？尽くしすぎて自分が消滅してしまうような危険を感じるんですが。素晴らしい指摘です。だからこそ第二の次元が必要になるんですよ。それが生命体の骨格ともいえる形状性、オンティカリティ、つまり体です。骨格ですね。これは伝統的な存在論を超えた領域です。ここでレヴィナスは主体と他者が完全に融合するのではなく、絶対的な分離、セパレーションを保つことの重要性を説いているんです。分離、セパレーション、つまり決して一つにはなれないという断絶ですね。はい。切り離されているからこそ、他者は私に同化されず、永遠に他者であり続けられるんです。骨格としての分離があるからこそ、私たちは飲み込まれずに済むわけです。なるほど。そして、その分離を保ったまま、私たちの理解をはるかに超えた無限、インフィニティや、善という究極の仮範を思考するんです。骨格としての分離があるから、手足である倫理の実践が他者に飲み込まれずに機能するわけですね。でもまだデリダの批判が残っていますよ。私たちが言葉を使って他者と関わる以上、そのシステムに絡め取られてしまうという言語のパラドックスです。これにはどう答えるんですか？それがまさに生命体の血液の循環にあたる第三の次元、知識性、ヌエティシティ、つまり愛なんです。血液の循環、知識性ですか？デリダの批判を受けた後、レヴィナスは後期著作、存在するとは別の仕方でにおいて、言語の構造を2つに切り分けました。それが諸説、リディット、英語でザ・セイドと呼ばれるものと、用表、ルディアル、英語でザ・セイングと呼ばれるものです。諸説と同奏、用表と位相ですね。響きはかっこいいですが、どういう仕組みなんでしょ例えば、あなたが空を飛んでいる鳥の写真を撮るとしますよね。シャッターを切って写真になった瞬間、その鳥はもう飛んでいません。四角い枠に固定化されたものになりますよね。確かに動きは止まっちゃいますね。言葉も同じで、語り終わって名詞や概念になった瞬間、それは諸説、リディットという固定化された客観的知識、つまり全体性のシステムに落ち込んでしまうんです。なるほど。言葉にして箱に入れた瞬間に生きたダイナミズムは死んでしまうと。しかし、あなたが隣にいる人に、見てと空を差し出して声をかける瞬間、その他者に向かって自らを差し出し呼びかけるという動的な行為そのものは生きていますよね。これが用表、ルディアラなんです。呼びかける行為そのものですか。はい。私たちの提唱する知識論は一度言葉にして固定化してしまうことの不可避性を認めつつも、それを絶えず他者への呼びかけによって打ち破り、また固定化され、また打ち破るという終わりのない呼吸のような往復運動なんですよ。いやー、鳥肌が立ちました。つまり、レヴィナスは
デリダに批判されて言葉や論理を諦めたわけじゃなかったんですね。むしろ言葉にした瞬間に固定化されるのは認める。でもだからこそ何度でも他者に呼びかけ続けるんだ。というものすごくダイナミックで生々しい全体の哲学を再構築したんですね。まさにその通りです。特定の側面だけを切り取るのではなくて、この3つの次元が連動して動く全体像を示すこと。それが私たち研究チームが論文で提示したかったレヴィナス哲学の真の姿なんです。見事なパラダイムシフトですね。では、このレヴィナスの動的な全体の哲学は、今を生きるリスナーであるあなたの日常においてどんな意味を持つのでしょうか？そうですね。例えば、現代って SNS で自分と意見が違う人をすぐにブロックしたり、同じ意見を持つ人だけでエコチェンバーを作ったりと、ひどく分断された社会じゃないですか。この状況にレヴィナスの哲学はどう応用できるんですか？ AI みたいなテクノロジーの話ではなくって、レヴィナス自身の言葉や概念を通して教えていただけますか？非常に重要な問いですね。もし世界に私とあなたの2人しかいなければ、無限の責任を全うできるかもしれません。しかし現実の社会には常に第三者、つまりレティエル、ザ・サードが存在します。第三者ですか？ええ。SNS の例で言えば、無数の他者が同時に存在しているわけです。そこでは誰の権利を優先すべきかという比較や計算、そして法律や政治という正義、ジャスティスの客観的システムが必然的に介入してきます。確かにリソースは限られていますし、社会を運営するには客観的なルールや基準が必要ですよね。全員に無限の責任は持てませんし。その通りです。レヴィナスは政治や法廷というシステムを決して否定していません。むしろ必要だとしています。しかし彼は厳しく警告しているんです。どんな警告ですか？いかに公平で優れた政治制度やルールであっても、それが常に他者への無限の責任や他者の苦しみを代わって引き受ける代法、あるいは身代わり、サブスティテューションという倫理の基盤によって潤され、絶えず批判され続けなければ、すぐに全体主義や極権的な暴力へと堕落してしまうと。これすごく痛いところを突かれますね。私たちが SNS で、こいつの意見は自分の常識に合わないからブロックして排除しようとするとき、私たちは自分自身の正義というシステムに相手を押し込めて、処理可能な記号として扱っている。そこにはすでにホロコーストの根源にあったのと同じ暴力の種がまかれているということですね。そうなんです。相手の顔を見ず、属性や意見という箱に閉じ込めてしまう。私たちの言葉で言えば、知識性や型情勢で築き上げたルールやシステムを常に倫理性、つまり他者への責任によって解体して更新続けなければならないんですよ。自分が信じているシステムを常に疑うと。ええ。目の前の他者の絶対的な大異性を尊重してシステムを揺さぶり続ける。これがレヴィナスが現代社会に突きつける終わりのない実践なんです。法律や正義のシステムは必要だけど、それを常に倫理という潤滑油で疑って血を通わせ続けなければならないわけですね。冷たい理性の暴力から私たちを解き放って、目の前にいる他者の顔に応答するという終わりのない道徳的責任。まさに生命実践の哲学ですね。はい、まさにその通りです。さて、リスナーの皆さん、ここで最後に一つ挑発的な問いを投げかけさせてください。レヴィナスが捕虜収容所にいたとき、看守たちは彼らを人間として扱いませんでしたが、囚人たちを劣等な存在としてではなく、人間として喜び迎えてくれた一匹の野良犬がいました。ボビーという犬ですね。ええ。レヴィナスはその犬、ボビーを最後のカント主義者と呼び絶賛しました。しかし、レヴィナス自身は動物に対して道徳的責任を要求する顔、ルビザージを認めることには躊躇したと言われています。そうですね。そこは人間中心的な限界とも言われています。私たちはどう応答すべきでしょうか？ぜひ皆さんの日常の中で考えてみてください。人間が作り上げる全体性の枠組みを私たちはどこまで開き続けることができるのか。リスナーの皆さんが今日のこの議論をきっかけにしてご自身の視座を深めていただいて、他者との関係性や社会の在り方を問い直す一つとなれば、著者チームとしてこれ以上の喜びはありません。お聞きいただきありがとうございます。この内容が皆さんのお役に立ち、インスピレーションとなることを願っております。それではまた次回お会いしましょう。